エモエモ。こんにちは、えもこです。今回は iPad で誰でも簡単にアニメが作れる無料アプリのフリッパクリップでぬるぬる動くロトスコープアニメの作り方を紹介します。ロトスコープは昔のディズニー映画などで使われていた手法で、ビデオカメラで撮影した実写の映像をトレースして作るアニメになります。最近だと映画君の名はの神楽のシーンでも使われた手法なのですが、実写の映像を参考にしながらアニメが作れるので、いきなり想像だけでアニメなんか描けないよという初心者の人でも作りやすいと思います。それでは行ってみましょう。ロトスコープアニメを作る時の注意点ですが、実写の人間をそのままトレースするとリアルになりすぎるので、自分の絵柄に合わせてデフォルメしながら描いていきます。細かいシワや凹凸が多いほどリアルになってしまうので、わざと線を減らしたり直線で描いたり体を細くしたりしながら自分の絵柄に合わせて調整してみてください。日本のアニメは1秒動かすのに8枚から24枚の絵を描くことが多いのですが、初心者の人はまず3から5秒くらいの短いアニメを作るのをおすすめします。いきなり1分のアニメを作ろうとすると60秒 ×8 枚で480枚も描くことになります。私には描ける気がしませんが、3秒だったら24枚で済むので、最初はそのくらいの短いアニメを作るといいと思います。あとトレースする人の服装も最初は T シャツみたいなシンプルな服がおすすめです。装飾品などが多いとその分描くのが大変になります。最初はとにかく完成させることを目標にして、色を塗らずに白黒でもいいですし、別のコマの絵をコピーして使い回しても OK です。その辺の手抜きの仕方も作りながら説明します。フリッパクリップを使うのが初めての人は、以前作ったフリッパクリップの基本的な使い方の動画も見てみてください。フリッパクリップ以外のアプリでも動画を読み込む機能があれば同じように作れるので、ぜひこの動画を見ながらアニメ作りに挑戦してみてください。それでは実際に作ってみましょう。1、どんなアニメにするか決める。今回は TikTok で人気のダダダ大統領になったらねでおなじみのシルブプレジデントという曲に合わせたダンスアニメを作ります。とても可愛くてポップな曲なので、まだ聞いたことがない人はぜひ聴いてみてください。2、実写の映像を撮る。どんな動きにするか決めたら、スマホを三脚にセットして自撮りします。撮る前に何度も TikTok を見て練習しました。完璧な動きができなくてもトレースする時に修正すれば OK です。自分で動いてみて分かりましたが、みんな見せ方がすごく上手だし、可愛い表情、動作、手の位置とかが完璧ですごいです。もし他の人が公開している動画をトレースしたいときは著作権とかの問題があるので、トラブル防止のために撮影者と写っている人それぞれに事前に許可を取りましょう。ダンスの得意な友達や家族を撮影させてもらってもいいと思います。実写の映像を撮ったらエアドロップなどで iPad にデータを転送します。3、フリッパクリップに実写映像を読み込む。フリッパクリップを起動したら画面下のプラスボタンを押して新規プロジェクトを作ります。プロジェクト名を入力して背景を選択、キャンバスサイズを設定してフレームレートは 8fps にします。フレームレートは1秒間に何枚の絵を表示するかの設定です。この数字が大きいほど滑らかに動くアニメになりますが、その分描かないといけない絵の枚数が増えて大変なので、このボールの動きを見てギリギリ許容できる数を選びます。8fps で10秒のアニメなら80枚描くことになります。おー、頑張るぞー。次はプロジェクトを作成をタップします。映像の読み込みは画面の右上をタップして動画を追加をタップし、先ほど撮った映像を選びます。最大6秒まで無料で動画を読み込めますが、6秒以上の動画を読み込むのは課金が必要になります。読み込んだら動画のレイヤーを薄くします。レイヤーの右端を下にスワイプすると薄くなって、上にスワイプすると濃くなります。同じ場所をタップすると非表示になって、もう一度タップすると表示されます。4、音を入れる。ダンスのアニメーションの場合には、音と動きのタイミングを合わせるため音を入れます。左下にある音符マークをタップ、右にあるマイクのアイコンをタップして録音します。
右端の音符マークから音データを読み込む機能がありますが、課金するか広告を見ないと使えません。自作の音源じゃない場合は完成しても音ありで公開しないように注意します。私は TikTok で音を入れ直す予定です。5、1フレームずつ書く。画面の右下にあるレイヤーをタップして動画レイヤーの上にあるレイヤー1を選択して薄く見えている人物をトレースします。今回は頭があまり動かないのでひとまず体だけトレースして描いていきます。肩幅は実写よりやや内側のところまで線を引いてその位置から腕の線を描きます。後で頭を描くときに首の傾きがわかるように首の中心に縦線を描いています。この縦線に合わせて頭と首を描きます。描き間違えた時は2本指でタップすると1つ前に戻れます。戻りすぎたら3本指でタップします。1枚描けたら下に並んだ画像から次のフレームをタップしてどんどんトレースしていきます。私はこの時下書きのつもりで青いペンで描いてしまいましたが作業が倍増して大変だったので下書きせずにトレースした絵をそのまま線画として使うのをおすすめします。最初の方でも言いましたがトレースする時に注意しないといけないのが絵柄に合わせてデフォルメすることです。この絵だと腕を細く肩幅を狭く描き換えていたり時々手の指を全く描いていなかったりします。デフォルメしないとリアルな絵柄になるので気をつけましょう。画面下の方を左右にスワイプするか再生ボタンをタップして動きを確認しながら描いていきます。体が描けたので次は頭を描きます。前髪が目にかぶっているので修正しやすいように髪の毛と顔でレイヤーを分けて描きました。分けることで手間が増えるので髪が目にかぶらない場合はレイヤーを一つにまとめます。首元は意外と描くのが大変なので顔のレイヤーに首と T シャツの首元も描いています。頭が1枚描けたら左端にある選択ツールで囲って上のここをタップしてコピーします。画面の下のところで次のフレームを選択したら上のここをタップしてペーストします。この時赤い枠が出ているので上の部分を左右に動かしてペーストした画像の角度や位置を調整して体とくっつけます。今回は頭があまり動かないアニメなのでコピペで済ませましたが余力がある人はコピーせずに全部書いても OK です。1フレーム分丸ごとコピーする場合には下のこの部分からコピー・ペーストできます。頭の動きに合わせて髪の毛を描き直したり歌に合わせて口を描き直したりたまに目をつむるようにしました。6、書き出し完成。アニメが完成したら右上をタップして動画を作成から MP4 か GIF で書き出します。完成しました。TikTok にも曲ありでアップしたので動画の説明欄から見てみてください。ロトスコープアニメは実写映像をトレースして作れるので今回のダンスのような想像だけで描くのが難しい動きも作りやすくなると思います。自分で描いた絵が動くと楽しいし感動すると思うのでアニメ作り初心者の人もぜひ挑戦してみてください。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。